ホックなしで簡単にできるティッシュケースの作り方です。裏地付きで入り口のところがこのようにカーブになっていてラインが綺麗です。出し入れはこのように開いて取り出すことができます。普通サイズの箱ティッシュ用です。入れるときも奥から入れてこれでカーブになって閉じるので開きすぎることもありません。持ち手をつけているので吊るして使えます。平置きしたサイズは 18×36 センチです。箱ティッシュ6センチが楽々入ります。表布を2枚縫いつなぐとこちらのようなバイカラーのものもできます。材料はこちらです。横42センチ、縦38センチの表布1枚と裏布1枚。紐用に 5×20 センチが1枚です。表布を2枚つなげて使うときは、横22センチ、縦38センチを2枚用意します。2枚を合わせて、縦38センチを1センチの縫い代で縫ってから縫い代をアイロンで開いておきます。あとは同じ作り方です。横が42センチになるように置いて表同士を合わせます。きれいに重ねて半分に折ります。縦にも半分に折って端を揃えます。クリップで留めてカーブに切り取ります。端から3センチに印をつけます。上端から5センチにも印をつけます。ここを線で結びます。少しなだらかになるように切り取ります。私はいつもハサミを入れて直接切っていきます。このように大体のカーブを描いても良いです。開くと両端にカーブができています。ここがティッシュの入り口になるところです。紐を作って仮縫いしておきます。これは少し置いといて、半分に折って内側に折り込んで紐状にします。端を縫います。
表布に仮縫いします。表布の真ん中から3センチずつ開けて紐を仮縫いします。真ん中の印をつけて、真ん中から3センチずつ印をつけます。簡単な印付けはいつも方眼マットを使っています。これは普通のアイロン台につけています。購入先は概要欄にリンクを書いておきます。真ん中から3センチずつ開けたところに紐を仮縫いします。仮留め糊でつけておくと待ち針やクリップなしで縫えます。仮留め糊を使うときはこのまま布を重ねても良いですが、今回は一応仮縫いもしておきます。端から5ミリくらいのところに縫っておきます。裏布をもう一度重ねます。下の少し真ん中より右側くらいに返し口の印を7センチつけます。7センチを空けて1周1センチの縫い代で縫います。返し口の端から反対側の端まで縫います。カーブのところは、この角は意識せず、なだらかにカーブになるようにします。ここもまっすぐつなげるように縫います。紐がまっすぐになるように手を添えて縫います。カーブのある両横は5ミリくらいカットします。カーブのところはカットしておくときれいにカーブが出ます。返し口のところから表に返します。指を入れて対角線上の角を指でつまんで裏返すと
きれいに返ります。返し口から手を入れて、指で角を出してから先の尖った角出しなどできれいに角を出します。だいたい指で出すとこのくらいにまでなるので、目打ちを使っても良いです。カーブのところもきれいに揃えてアイロンを当てます。真ん中を当ててから端を当てると良いです。ここできれいにアイロンを当てておくと仕上がった時にカーブがきれいに出ます。返し口のあるところも内側に縫い代を入れて横に引くようにするとまっすぐになります。カーブのある両端を縫います。反対側も縫います。半分に折って真ん中の印を両端につけます。真ん中から2センチずつも印をつけます。上も同じように真ん中から2センチ。印に向かって折ります。真ん中から2センチに合わせて反対側も上はカーブが逆になるようにするときれいに仕上がります。2センチのところに合わせてクリップで留めます。このようにカーブがきれいに出ます。端を5ミリの縫い代で縫います。これで出来上がりです。今回は表が薄めのコットン、裏は綿ポリ生地を使っています。薄めの生地がおすすめです。表生地にオックス生地ぐらいの
重圧の生地を使うときは裏地は薄めがおすすめです。こちらは商用利用可能です。オリジナルデザインなのでネット販売の時はケイコトンデザインとお書き添えください。